なぜかホイールオタクくんからの関心が高いホイールの左右非対称性についての動画です。また唐突に始まる。前置きとかいらないでしょ。さて、多くの自転車のホイール構造は左右で非対称です。特にスポーツサイクルの後輪は非対称性が顕著です。タイヤは真ん中に置いているのに、右側だけにスプロケがつくので窮屈なんですね。無理にタイヤを真ん中に置かなくてもいいじゃんと思わないこともないけど、チェーンラインの都合とか昔からのしがらみとかでこんな感じです。なので、右側のスポークはすごく立っていて、左側は割と寝ているって構造になってしまいます。なんとなくスポークは左右対称な方が良い気がするけど、実際のところ非対称だと何か問題が起きるでしょうか？まず、触るだけでわかるのはスポークのテンションに大きな差があるということです。こうやって握ってみるとわかりますね。スポークはそのスポークが貼られている方向にしかリムを引っ張れませんが、リムがその場にとどまっているということは、そこで力のバランスが取れているということです。縦方向はぐるっと一周でバランスを取ればいいけど、横方向は左右のスポーク間でバランスを取るしかありません。だから、スポークが寝ていて横方向の成分が大きい左側は小さいテンションで、スポークが立っていて横方向の成分が小さい右側は大きなテンションでリムを引っ張る必要があります。図で言うとこんな感じです。左右でどれくらいの差になるかというと、ハブのセンターから左右それぞれのフランジの距離が目安になります。このフランジ距離の左右の比率の反対が、左右テンションの比率と大体一致するんです。もっと正確に言うと、リムの円周を通る平面とスポークの間の角度、ブレース角って言うけど、左右のブレース角のサインの比率になります。だけど現実的な範囲ならフランジ距離の逆の比率と思っても大きな差はないです。でもブレース角って言葉は覚えておいてもらえると助かるかも。実例を出すと、このホイールなら左の距離が実測でだいたい 38mm、右側が 17mm だったから、だいたい1対 0.45 のテンションになっているはずです。右側のテンションが 100kg フォースだったとすると、左が約 45kg フォースですね。かなり差があるように感じるわね。このようにテンション差があるから問題なんです。じゃあ浅いので、もっと具体的にどのように影響していくのか考えていきたいところです。非対称性の影響は大小いろいろありそうだけど、やはり大きいのは横方向の力を受けた時の挙動差かと思います。走行状態によって、ホイールは地面と車体を通して横方向の力を受けることがあります。この力が小さく、ホイールの変形も小さいうちは、逆に意外なことに非対称なホイールでも左右の挙動に大きな差はないはずです。顕著な差が出るのは大きい力を受けた時です。ホイールが横向きの力を受けた時、左右片側のテンションが増加して、反対側のテンションが低下しますね。仮に左から押して右に曲がるとき、左側のテンションが増えて、右側のテンションが減ります。これは特に問題ないです。逆に右から押されて左に曲がるなら、右側のテンションが増えて、左側のテンションが減ります。元から高い方が増えて、元から低い方がさらに減ることになるので、なんかやばそうです。右のテンションが上がりすぎてスポークがちぎれるのと、左のテンションがゼロになってたるんでしまうのと、どちらが先になるかはセッティング次第です。でも現実的にほとんどの場合は左のテンションがゼロになるのが先のはずです。ちょっと実演してみましょう。できるの？左側のテンションがゼロになる現象は、実はかなり小さい力で起きます。例えばこのホイールを体重計の上に横向きに置いて、リムの向かい合う2箇所に体重をかけると、20kg フォースくらいまでは特に違和感ないです。左右非対称でも力が小さい時は左右差が出にくいって言ってたわね。さらに体重をかけると左側を下にした場合は 30kg フォースくらいで急激な剛性の低下を感じます。グワンとかグニャンって感じです。テンションの大幅な低下も確認できますし、注意深くやればニップルがリムから浮く瞬間を感じることもできます。やりすぎて壊さないように。裏返した場合は同じように強く押しても、
全くそのような現象は起きません。計算上では5倍程度の力をかければ緩むはずだけど、その前に他の部分が壊れるはずです。このテンションが0になるまでの力は、ホイールの構造やスポークの材質や太さなどにより変化します。また、初期テンションに大体比例です。このテンション0になるまでの力、合成といっても強度といっても語弊があるからこの動画内では緩み限界荷重って呼ぶことにしときます。もっと妥当な呼び名があったら教えてね。さて、緩み限界荷重を超えると合成が急激に低下して気持ち悪いですし、故障の原因にもなります。なので、使用される範囲ではこれを超えないように作られてなければいけないはずです。でも走行中にかかる力はかなりの個人差が予想できるので、必要な緩み限界荷重は分かりません。でも少なくとも左右で大きな差があるのは無駄なはずです。なので世のホイールは左右差を小さくするいろんな方策が取られたり取られなかったりしているわけです。最も単純で分かりやすく効果的な方策は非対称リムです。これはリム側のスポーク接続部がセンターから何ミリメートルかをフセットしていて、スポークの構造を左右対称に近づけようというものです。例えばさっき使ったホイールは左右のフランジ距離の比率が 38mm 対 17mm で1対 0.45 って感じでした。これのリム側に 3mm のオフセットがあれば、実質 35mm 対 20mm になり、比率は1対 0.57 まで改善されます。これだけで計算上の緩み限界荷重も 30% くらい向上します。わからんけどでかいような気がする。でかいと思います。引き換えに合成がわずかに低下しますし、リムが左右非対称なのはリム自体の性能には悪影響だろうから、デメリットなしというわけではないです。垂直の荷重でねじれそうだし。だからオフセット量は 3mm くらいまでみたいだけど、広く使われているようです。他にも左右差改善の手法はいろいろあるし、オフセットの話だけでもまだまだ喋れそうだけど、それだとダラダラした動画になっちゃいます。なので今回は特殊な組み方で左右差を改善している代表例として、カンパニョーロの G3 組を見ていくことにします。またカンパニョーロか。ボーラ WTO45 というモデルの後輪です。かっこいいでしょう。こういう特殊な組み方について、公式からはふわっとした説明はあるけど、理論立てた解説は基本的にされません。なので、こっからの内容はオフィシャルじゃない独自見解です。でも使う理論は力の釣り合いとバネのモデルみたいな基礎的なものだけです。謎理論とは線引きしておきたい。単純化のために現実からずれたり、たまに間違えたりはあるけど、基本的に科学的なスタンスでやってます。以上、面積事項でした。さて、G3 組の見た目上の最大の特徴は、3本1組のスポークが平行に並んで一塊になっていることです。この目的は3本ひとまとめの方がバラバラより空力的によろしいってどこかで聞いたような気がしますが、少なくとも今現在は公式にそんなことは書いていないようです。まあ今回、空力の話は完全に無視します。あと、掃除しやすいし、空気が入れやすい。で、3本1組ということは左右の本数が違うということで、右側が左側の倍の2対1の配置です。そして右側が変則的なタンジェント組、左側が本数半分のラジアル組です。このモデルの場合、スポークは右側14本、左側7本の合計21本ですね。あと細かい特徴では右側のフランジがかなり大きく、左側は小さめです。また、フランジ間の距離が割と広めです。そしてリムオフセットはなしです。モデルによっては左右のスポークの太さが違ったりしますが、これは多分左右同じです。で、ここに各部寸法とかを入力すると各方向の合成とか、スポークの初期テンションとか緩み限界荷重を計算してくれる自作のシートがあるので、このホイールをざっくり採寸したデータを入力してみます。そのシートの計算は正確なのかしら？誰がチェックしたわけでもないので保証はできません。間違えてたらごめんね。ただ、明らかに現実と違う部分が2つあって、まず、
あくまでもスポークのみの計算でリムやハブの合成の影響は考慮していないってこと。もう一つは大きな変形の影響を計算に入れてないことです。見た目でわかるような変形をしているときは成り立たないってことね。そういうこと。そういう事情もあってホイール1個のデータを見ても判断しにくいので、近い部品で構成された架空の両側2クロスタンジェント組のホイールも計算して比較していきます。この架空ホイールは24本スポークとしますが、それだと21本の G3 組と重量が異なって不公平なので、重量が一緒になるようにスポークを少し補足します。21本は奇数だからタンジェント組できないものね。リムは同じものとします。と言ってもちょっぴりしか計算に使えません。ハブ寸法とスポークパターンは、さっきまで見てた赤いハブのホイールをモデルにしました。オーラのハブは特殊すぎるからそのままじゃ使えないものね。ホイールにはいろんな特性が考えられますが、重要そうな特性をピックアップして比較してみます。左テンション、縦合成、縦緩み限界荷重、横合成、左緩み限界荷重、ねじり合成、緩み限界トルクね。左テンションはフランジ距離からの簡易的な算出ではなく、ブレース角などからちゃんと計算して、右テンションの何%かって形式にしてます。各方向の合成はスポークのバネ定数と角度から微小変形に限る条件での算出です。緩み限界荷重は特定のスポークの伸びが0になる変異を幾何学的に求め、先に計算した合成からその時の荷重を算出しました。本当はこの時の変形は割と大きいので、微小変形を前提とした合成からは正確な数値が出ません。でもモデル同士の比較には使えるはずです。テンション比以外は2クロス組を 100% として G3 組がどの程度かって形で表します。一つずつ結果を見ていきましょう。まずテンション比は2クロスは 42% で G3 は 72% となりました。2対1構造の G3 は 100% くらいになると思ったけど、実際のハブ寸法を元にしているけど、オーラの左フランジはかなり左に寄っているので、左右のフランジ距離の比率が2対1どころか3対1くらいあります。なので2対1構造でも左側のテンションはこんなもんです。でも 72% もあると触った感じでは全てのスポークがパンパンに感じます。まあテンションだけ見ても何もわからないので、次を見ていきましょう。まず縦合成は組み方による際は少なくて、ほぼスポークの総量が支配的と思っていいです。今回はスポークの重さが一致するように調整しているので、縦合成はだいたい一致します。一応数値は 280kg フォース毎 mm と出ています。280kg 分の荷重をかければ 1mm へこむという意味です。かなり高い数値ですね。ただこれは実際は何本のスポークが機能しているのかわからないから、全周360度のうち30度分、つまり12分の1のスポークが働いていると仮定して算出してます。だから参考程度です。縦合成は同じくらいでも、縦の緩み限界は G3 の方がかなり大きいわね。これが左テンションの差の影響ですね。同じ太さのスポークを使っているのが前提になるけど、縦向きに荷重を受けた時、ホイール下側の左右のスポークのテンションがだいたい同じくらいずつ減少していきます。なので初期テンションの低い2クロスの左側が最初に緩んでしまうんです。とはいえ、両方とも絶対値としてはかなり大きいです。合成と同じ条件の計算をすると、2クロスの方でも 100kg フォース近くあります。30度という条件も適当ですが、実際はリムの合成も追加されるので、もっと高い可能性が高いです。皆さんの体重は知りませんが、ジャンプでもしない限り大丈夫かと思います。じゃあ限界値が高くても特に意味ないかしら。どうだろうね。その話は後でやりましょう。次に横方向ですが、これが一番大事かと思います。というのも、縦方向も、後で言うねじり方向も大体の組み方で十分高いと思います。横方向は前半の実演でもわかる通りかなり弱くて、左方向は 10kg とか 20kg そこらで緩み限界になり得ます。なので横方向は最も差を感じやすいし、
走安性とかにも実際に影響してくると思います。結果を見ていくと今回の試算では G3 の方が横合成、左方向の緩み限界ともに一回り良さそうです。実はこれ、ちょっと意外な結果だったんだよね。緩み限界で G3 が優れているのに関しては予想通りでした。理由は縦方向と似たようなもんで、初期テンションが高いから緩み切るまで余裕があります。これも参考程度ですが計算値を書いておきます。一方で、横合成でも G3 が2クロスを上回ったのが意外でした。というのも、横合成と横の緩み限界はある程度トレードオフの関係にあるんです。G3 組ではスポークが寝ていて通常ではテンションが上がらない左側の本数を間引いて無理やりテンションを上げています。でも、スポークが寝ているということは横向きの成分が大きいということです。なので、実は左側のスポークは右側よりも横合成への寄与が大きいんです。だから左側のスポークを間引くのは普通は合成的には不利なことです。じゃあ今回の結果はおかしいじゃない。今回 G3 の横合成が2クロスを上回ったのは G3 の方がフランジ幅を広く設定していたからです。フランジ幅が広くなると合成が上がるのはイメージできると思います。これは2クロスに不利な条件設定じゃないの2クロスのフランジ幅も揃えてもいいよ。フランジ幅を広くすると言っても右側はスプロケが邪魔で動かせないので左側を外側に動かしていくことになります。2クロスの左フランジ位置を動かして G3 と揃えるとこんな結果になります。横合成だけ大きく向上しましたが緩み限界がさらに下がってしまいました。これは左のスポークがさらに寝ることにより横向きの成分が増えて合成的に有利になるけど角度差が大きくなって左右のテンション差が広がってしまうからです。むやみにフランジ幅が広いハブがほとんどないのは設計者がこの辺りのバランスを考慮した結果かと思います。左右のスポーク本数差も左フランジの位置もどちらも合成と緩み限界のトレードオフになるのは面白いですね。最後にねじり関係。ねじりでも合成、緩み限界ともに G3 が良好な試算結果でした。もう全部 G3 の方が良いじゃない。もうちょっと一長一短になると思ってたんだけどね。あと、あなた前回の動画で G3 組は普通のタンジェント組よりねじり合成が低いとか言ってなかったっけ？その時はそう思ってました。G3 組の場合、右側のスポークだけでねじりを支えるのでその点は明らかに不利です。G3 のフランジが大きいのは、この不利をカバーするためだと思います。で、フランジ径が 1.5 倍くらいだから普通のタンジェント組の7割か8割くらいの合成になるかなってぼんやり考えてました。でも、よく考えたらねじり合成はフランジ径の2乗。正確には違うけど、傾向としてはそんな感じなので、フランジ径 1.5 倍の片側だけでも2クロスの両側合算を上回るみたいです。さらに、ねじりによる緩み限界でも G3 が2クロスを大きく上回る結果になりました。これは縦同様、絶対値がかなり高いので、2クロスの方でも人間の駆動力だけでテンションゼロになるのはありえないと思っていいと思います。でもここで面白いのは、G3 と2クロスでテンションゼロになるスポークが違うことです。2クロスでは駆動トルクによる負荷が左右両サイドに大体同等にかかるので、これまで通り、初期テンションが低い左側が先に緩み切ります。実際に緩むのは左側の、さらにその半分のスポークね。一方でラジアル組の G3 の左側は駆動トルクを支えないので、テンションはほとんど上下しません。なので、G3 の場合は初期テンションの高い右側がゼロになるまでトルクを受けることができます。G3 は弱点の左側をラジアル組にすることによって、駆動トルクから保護してるって考えると面白いかもね。結局絶対値が高いならどっちでもいいんじゃないの？それが結構難しいところで、実際の走行中は縦、横、ねじり、すべての力が同時にかかって、その中でテンションがゼロにならないようになってなきゃダメです。縦の荷重や駆動トルクだけではテンションゼロにならないかもしれませんが、それがボディーブローのように効いてきて、最後に横方向でとどめを刺されるパターンはありそうです。で
ても複雑だから実際どんな感じになっているかはよくわからないですね。というわけであくまで今回の範囲では G3 組は2クロスより全体的に良好って結果でした。さっきも言ったけど一長一短になると思ってたのでどう締めればよいか困っています。なんか間違えたんじゃないの？何度も見返したけど片方が有利になるような間違いは多分ないです。一応ホイールに限らずの傾向として全体に均等に力がかかってる構造は部材の持つ強度を有効活用していると言えるから同じ重量なら防水や強度が高くなりやすいです。なのでテンションが均等に近い組み方は高性能になりやすいってのは割と自然です。そんなに素晴らしいならなぜ主流になっていないのかって疑問になるわ。今回の計算結果は G3 の特徴というより2対1構造と左側ラジアル組の特性です。横方向の限界の高さが2対1構造の特徴で、ねじり方向で左側が影響を受けないのは左側ラジアル組の特性ということね。 G3 の独特な3本平行配置は今回の試算ではそれほど影響してないです。なので部分的な一致を含むなら似たようなホイールはたくさんあったと思います。過去形ね。今でもたくさんあるけど一時期より減ったんじゃないかな。減った理由の一つにディスクブレーキの場合はローターが邪魔でフランジ幅で横合成を確保する手法が使いにくくなったってのはあると思います。あと今回の2クロス組は何も工夫がない構造だったのでさすがに雑魚すぎたかもしれません。雑魚。例えば2クロスの方のリムに 3mm のオフセットを加えるだけでもかなりマシな結果になります。これなら悪くないわね。もっと好き勝手にパラメータをいじっていけばかなり良い結果になる組み合わせもあるはずです。それやってるのが多分缶組ホイールなのよ。そういうことかも。というわけでホイールの左右非対称性と具体例として G3 組についてのお話でした。繰り返しになるけど特に G3 の説明は独自見解で実際の狙いは設計者にしかわからないです。だから話半分でお願いしますね。今回はこの辺りまでかしらね。本当は実測データとかも多少あるんだけど無限に終わらないので別の機会にまとめます。次作るときはなぜか何回かリクエストがあった46組にどのような効果が期待できるかってのもやりたいです。46組は某有名店の造語よ。似たような動画が続くのもあれだから少し間は空けるつもりです。じゃあそろそろ終わりにするけどこの動画を気に入ってくれた人はチャンネル登録や高評価をしてもらえると嬉しいです。動画のリクエストも待ってます。それじゃまたね。バイバイ。バイバイ。